こんにちは、ヨネチャンネルです。今回の動画は札幌在住の私が大好きな道東を2泊3日でドライブした動画となります。北海道らしい魅力ある場所をダイジェストといっても2泊3日分あり、3日間で1320キロ走るハードスケジュール。少し長い動画となりますが、北海道の大自然を感じていただき、また旅行工程の参考になると思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。初日は札幌の自宅から弟子屈町までの行程です。朝は6時半に出発、トイレ休憩は夕張。ご当地キャラのメロングマのバスが止まっていました。新夕張駅は列車に見立てた建物。トマムリゾートは綺麗に撮れなかったんですが、本当はこんな感じ。会員権とかあった20数年前、会社の福利厚生で来て以来訪れてないけど、冬のスキーでまた来たいかな。音更の道の駅、 NHK 連続ドラマ小説夏空がここで撮影されてたんですね。セットがそのまま残っていました。ただ北海道民として非国民と言われそうですが、ドラマ見てなく内容が分かりません。すいません、後でビデオ見てみます。この隣には龍月のとても大きな工場が、まだ10時過ぎでしたがとても混んでました。ここでしか買えない三宝六も、ドリンク無料サービスもあり、珍しい小豆茶がありました。そして小豆のソフトクリーム、ここ十勝は小豆の生産地でとても美味しかったです。はい、ここは幸福駅、かなり綺麗に整備されたけど、駅の建物と売店はそのまま。これがいいですね。切符型はがきに願い事を書いて貼ってきました。それにしてもすごい数、みんな幸せを求めていますね。幸福駅、いい地名だと思います。昔の列車が懐かしい。愛国と幸福で有名になったようなんですが、一方の愛国駅は幸福駅に比べて少し閑散としていました。続いて足寄の道の駅に到着。足寄といえば歌手の松山千春さん。道の駅には千春コーナーがあります。そしてここまで来たなら寄ってほしいのが、すぐそばに2カ所ある千春の家。はい、こちらが千春の家。見るからにね、ここだなとわかる看板があります。そしてこちらは子供からデビューの頃に住んでいた家を再現したロケ地。土日祝日しか中には入れません。千春のデビューに至るまでの映画旅立ち、めちゃくちゃいい映画ですので、ぜひ見てください。この部屋で数々のヒット曲を作詞作曲。数年に一度しか回れないんですが、道東が大好きです。道路を走っていてもザ・北海道と思えるような、このような景色、綺麗だと思いませんか？そして必ず立ち寄る場所がここ、阿寒摩周国立公園のオンネ島です。この景色、そして見る角度やその日の天気とかでブルーの色が変わる湖、最高です。ここは阿寒湖畔。たくさんの温泉旅館もあり、ゆっくり見て回る場合はこの辺りでの宿泊がいいと思います。アイヌコタン、アイヌ民族の集落もあり、たくさんのお土産屋さんや、あとアイヌ文化にも触れられます。阿寒湖はマリモが有名で、生きたマリモを育てることもできますよ。北海道もこの辺まで来ると普通に鹿を見かけることもできて、こちらは観光案内所の駐車場横で鹿がのんびり草を食べていました。ここで遅い昼食、ザルボナーラという阿寒湖畔で採れる内ザリガニのパスタを食べてきましたが、これなかなか美味しかったですよ。弟子屈町に向かう途中の峠道、フロントが壊れた車とすれ違い、しばらくすると鹿が倒れていました。道東では特に鹿注意です。
この日は夕方に手鹿に着いて終了となります。2日目のルートです。朝はゆっくりめに出て、まず美幌峠、ここから見る屈斜路湖が好きなんですが、出た、何も見えません。本当はこんな感じのはずが、ロコ・ソラーレのカーリング娘と会えてよかったです。屈斜路湖にはクッシーがいると言われています。ただ今のところ見たことはありません。あと砂湯といって湖畔を掘ると温泉が出るので、子どもたちがたくさん掘っていました。この湖畔の道路も気持ちがいいです。この辺は川湯温泉、硫黄の香りが立ち込める昔ながらの温泉街です。巨人大鵬卵焼きと言われた相撲の横綱大鵬の記念館もあります。こちらは硫黄山、これは通称で、正式な名前はアイヌ語のアトサヌプリ、裸の山という意味だそうです。活火山で噴火した岩でしょうか。硫黄が吹き出ていて、そばまで行けます。暑くて臭い、そして怖いです。硫黄の熱で蒸した温泉卵が有名ですが、味の方は普通でした。駐車料金の関係もあり、硫黄山とセットで見るのが摩周湖です。今回はね、まさに霧の摩周湖でした。午前中の屈斜路湖が見えなかっただけに嬉しさ倍増です。こんなのんびりした風景も好きです。野付半島に来ました。この先数キロ奥まであるんですが、左はオホーツク海、右は野付湾で、陸地がこれしかありません。水かさが上がったらアウトです。これはナラワラ、海水に浸食され風化した水ならが立ち枯れたまま残るもの。緑の中にね、白骨化したような木が立ち並ぶ不思議な風景です。奥まで来ると風景と一体化して気づかなかったんですが、鹿がたくさん。北海道だなと思いました。すごい鹿いるんだけど、向こう奥までいっぱいいるよ。こっちの奥まで。野付半島は国後島まで16キロと一番近く、天気が良ければ国後島の山々が見えますが、この日は残念ながらダメでした。売店で買った別海町の牛乳が美味しかったです。北海道あるあるの道路です。よく見ていてくださいね。もう一度あります。根室市は北海道の一番東の町、そして日本で一番東の町でもあります。その先端が日本最東端、納沙布岬です。またまた霧がかかっていて、北方領土の歯舞群島は見えません。でも俺は日本で今一番東にいるんだという優越感があります。回転寿司、北海道でも有名な花丸の根室本店に行きました。で、根室といえば花咲ガニが有名なので、花咲ガニのふんどしと軍艦、そしてホタテなどを食べました。夜、鹿にぶつからないように釧路まで走って2日目を終了。3日目最終日もゆっくりした朝の出発。まずは釧路湿原が見られる展望台へ。散策路を歩きました。釧路湿原は北海道釧路平野に位置する日本最大の湿原湿地で、広さは東京23区がすっぽり入るほど。実際見た広大な景色には驚きました。北海道ってすごいなぁと改めて思った次第です。ここは釧路から帯広に向かう途中にある池田町。ここの町ではワイン醸というのが有名です。美味しいワインを作っていて工場見学もできます。
売店にもワインがたくさんあるんですが、どれがいいのかありすぎてよくわかりません。帯広に入る頃、こんな牧場を見かけて思わず車を止めました。これ子牛がずらっと飼育されています。まだ赤ちゃんみたいな感じで可愛かったですね。帯広では初めてインディアンカレーを食べました。大行列なのも納得。めちゃくちゃ美味しかったです。カレーの動画は別にもアップしていますので、よかったらそちらの方もご覧ください。最後の場所は帯広万栄競馬です。こちらも初めて訪れました。馬場のレースというのは世界でここでしか行われてないそうです。で、そばで見るととても迫力があります。結構広いね、こうやって見ると。見に行ったんだ。4も行った、4も行った。馬は大変おとなしく優しい動物とのことです。そばで見ると体は大きいけど皆可愛い目と顔をしていました。3レースほど楽しんで夜遅く札幌に到着しました。今回は3日間で合計1320キロ走りまして、これは鉄道の距離で札幌から神奈川県小田原市ぐらいまで行く距離でした。疲れたけど楽しかったです。動画をご覧の皆さんに北海道っていいねと思ってもらえたり、ドライブや旅行の参考になれば嬉しいです。評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。